今回は ANA のマイルを中心に僕の経験を話してみる。まずラスベガスには2000年に初めて複数箇所回るツアーの滞在地の一つとして訪れたんだ。そして初めてカジノを経験した。この時はスロット、ルーレット、ブラックジャックをプレイした。ブラックジャックは詳しいルールはわからないまま見よう見まねでプレイした。もちろんベーシックストラテジーなど全く知らないままだ。そして最終日は徹夜でブラックジャックをプレイして同行者を呆れさせた。まあ、お前らしいな。この時から早朝便でラスベガスを出発する場合はいつもカジノで徹夜している。ラスベガスリピーターはこのパターンが多いはずだ。そしてラスベガスを好きになり、いろいろな人を誘って出向くようになった。とはいえ最初は2年に1回ぐらいの回数だった。4回目の渡航までは旅行代理店のツアーでラスベガスに旅行した。3回目の旅行の時は友人4名で予約していたんだが、出発日の前日に旅行代理店から連絡があった。韓国経由の便だったのだが、インチョンからラスベガスの飛行機がオーバーブッキングとのことだった。ロスアンゼルス乗り継ぎの便に変更してくれればビジネスクラスにアップグレードするという内容だった。インチョン空港で初めて航空会社ラウンジに入り、4人で食事とお酒を楽しんだ。ロスアンゼルス行きの飛行機に乗った時に4人ともびっくりした。こんな席があるんだとフルフラットにもなるシートで4人で大喜びしたんだ。ファーストクラスというのは聞いたことがあったが、ビジネスクラスというのも十分に快適だということを体験できた。無料でアップグレードされてラッキーだったな。そして5回目のラスベガス旅行は初めて一人で行くことにした。ツアーも検討したのだが、お一人様追加料金が余計にかかることが多いことが分かった。なのでこの時は飛行機は格安航空会社で予約し、ホテルはエクスペディアで予約した。現地係員などがいない旅行は少し不安でもあったが、何度か行っているし何とかなるだろうと思った。お前は楽天的だな。この時そういえば世の中にはマイルとかいうものがあったなと思い、少し調べてみた。マイルを貯めると特典航空券により飛行機に乗れることはなんとなく理解していたが、初めて詳しく調べてみたんだ。少し調べた限りでは飛行機に乗るにはかなりのマイルを貯める必要があり、あまり現実的ではないなと思った。その時はユナイテッドの国際線を予約しており、 ANA のマイルであれば貯めることができることが分かった。なのでとりあえずは ANA カードを作って ANA のマイルを貯めることにした。もう少し調べてみるとマイル修行という言葉にたどり着いた。マイル修行とは何だ？マイルを使って何かの修行を行うのか？マイル修行とは航空会社の上級会員特典を目的としてお金を出して飛行機に乗りまくる行為のことだ。このような旅行をする人はあまり観光を目的とせずに短期間に飛行機に何度も乗り続ける。そのために時間、体力、お金を消費し続ける。そのような苦行と思われる行為を行うことから修行という言葉が使われる。世の中にはいろんな人がいるんだな。何かその修行で嬉しいことがあるのか？航空会社の上級会員特典を調べてみた。ラウンジを利用できたり、飛行機に乗った時のマイルが上乗せされるなどの特典があることが分かった。また飛行機の優先搭乗やバッゲージクレームで荷物が早めに出てくるなどの特典もあるが、これらはあまり魅力的ではない。魅力的だなと思ったのは
航空会社のラウンジが利用できることだ。数年前のインチョン空港のラウンジの経験を思い出した。そしてラウンジは同行者も1人利用することができる。またこの時一番魅力的に思えたのは次の特典だ。国際線で一番安いエコノミークラスで予約していても、当日空きがあればプレミアムエコノミークラスに無料でアップグレードできるという特典だ。参考までにこの特典は現在では廃止されているようだ。お前やたら詳しいが、まさかマイル修行を実行したんじゃないだろうな。まあ待ってくれ。 ANA の上級会員にもいろいろランクがあるんだ。最上級のダイヤモンドステータスは毎年のように飛行機にかなり乗り続ける必要がある。このランクはとても目指せない。調べてみるとスーパーフライヤーズカードというものがあることが分かった。これは ANA カードの一つの種類で、1年だけ頑張って修行をすればこのカードを申し込むことができるんだ。一旦このクレジットカードを取得すれば、あとは年会費を払うだけでランクは少し低いが上級会員のステータスを維持することができる。この仕組みにすごく魅力を感じた。そしてラスベガスに一人で行った年にマイル修行を開始した。マイル修行僧の間では有名な沖縄タッチも実行したことがある。沖縄タッチとはなんだ？沖縄まで行って大した観光もせずに日帰りで帰ることだ。この時の修行のおかげで今でも上級会員のステータスを維持できている。またこのカードは家族カードを発行することができ、その家族にも上級会員のステータスが与えられるんだ。その後ラスベガスへは10往復以上プレミアムエコノミーにアップグレードすることができたんだ。運賃の差額を考えるとマイル修行に費やした費用は無駄ではなかった。まあなんとでも言ってくれ。最近 YOU は何しに日本へというテレビ番組で日本在住のアメリカ人が羽田空港でインタビューを受けていた。そのアメリカ人はマイル修行をするために羽田空港に来たと答えていた。1日で沖縄に2往復すると言っていた。まさしく修行だな。またスタッフから他に日本でやりたいことは何と聞かれていた。滝行をやりたいと答えていた。見ていて思わず笑ってしまった。とにかく何かの修行をやりたいんだな。僕が初めて特典航空券を利用したのはハワイへビジネスクラスで行った時だ。この時はフルフラットの座席ではなくて少しがっかりした。路線や機材によって座席は違うということを学習した。2回目はサンフランシスコへファーストクラスに乗ってみた。話の種に一度乗ってみたかったが僕にとっては過剰サービスだと感じた。なんか分不相応な感じだな。ここで1マイルあたりの価値を考えてみる。普通のポイントでは1ポイント1円みたいな感覚だと思う。ところが国際線特典航空券を利用することでその価値が上がるんだ。例えばお金で国際線のファーストクラスやビジネスクラスの座席を購入するとかなりの高額な金額となる。この金額を考えるとファーストクラスだとマイル単価が10円以上となる。ビジネスクラスでもマイル単価が4円以上が一般的だと思う。お前が必死にマイルを貯めている理由が分かったよ。 ANA のマイルは加算された後有効期限が3年となっている。またアメリカ本土へのビジネスクラスでの往復には
現在レギュラーシーズンで8万5000マイルが必要だ。つまりラスベガスへビジネスクラスの特典航空券で行くためには3年以内に8万5000マイルを貯めることが目標となる。一般的には ANA マイルを貯めるには ANA カードを保持していることが多い。飛行機に頻繁に乗る人はそこそこマイルを貯めることができる。そうではない人はクレジットカードの利用などでマイルを貯めている人が一般的だ。ただクレジットカードの利用だけで3年間で8万5000マイルを貯めるにはかなり高いハードルなんだ。そこで僕の場合はポイントサイトのポイントを ANA マイルに交換して貯めている。どのポイントが ANA のマイルに交換できるかはネットなどで調べてくれ。まあ調べてみるよ。ポイントサイトでクレジットカードを申し込んだり FX 口座を作成して少し取引するだけでかなりのポイントを稼ぐことができる。またネットショッピングや旅行予約等でもポイントサイトを経由することで稼ぐことができる。マイルを意識する前まではコンビニでも現金払いにしていた。マイルを貯め始めた後は全ての支払いはマイルへ通ずという気持ちでできる限りキャッシュレスで支払いを行っている。電気代、保険代、自動車税、固定資産税などもポイントの貯まる決済方法で支払っている。なかなか苦労が多いな。少しずつ貯まっていくマイルやポイントを眺めるだけで楽しいものだ。ここで少しだけお得情報を教えておこう。 T ポイントを直接 ANA のマイルに交換すると半分のマイルになる。これを JQ カードと ANA のみずほマイレージクラブカードを作成して T ポイントを JQ ポイント、永久不滅ポイントの順に交換してから ANA のマイルに交換すると 70% の比率で交換できる。なかなか研究しているな。昔はもっと高い割合の交換ルートがあったんだ。この辺りは日々情報を取得しないとどんどん解約されたりするんだ。例えば ANA のアメリカ本土へのファーストクラスの特典航空券は昔は12万マイルで交換できていた。現在では交換するのに16万マイルが必要だ。そうなのか。すごい解約だな。まあとにかくポイントサイトのポイントを利用することによりたまにラスベガスへビジネスクラスで行けるようになったんだ。ただ注意しなければならないのは国際線のビジネスクラス特典航空券は人気があるのでなかなか予約できないことがあるんだ。特にゴールデンウィークなんかは争奪戦になるので早めに予約する必要がある。そうなのか。いつでも予約できるわけではないんだな。世の中マイルを貯めている人が山ほどいるということだ。ラスベガスリピーターの人はほとんどの人がマイルを貯めていると思う。考えることは皆同じだな。またお得な情報があったら教えてくれ。よろしく頼むぞ。